こんにちは、あごひげバイクチャンネルです。今日はですね、小さめバッグ6000ということでお話ししていきたいと思います。以前ね、ツーリング用バッグ7000ということで、いろいろ大きめのカバンは紹介してるんですけど、今回紹介するのは、スマホとか、財布を入れたりするね、どっちかっていうと小さめの、バッグを紹介していきたいなと思います。小さめバッグ具体的に何なのっていうと、ショルダーみたいなボディバッグだったり、ウエストポーチ、レッグバッグ、タンクバッグと、種類はいろいろあるんですけど、そこから今まで私使ってきた6つですね、ご紹介していきたいと思います。人によってはウェアのポケットに、スマホだったり財布だったりそのまま突っ込みますっていう人もいるとは思うんですけど、私はどっちかっていうとウェアのポケットにあんまり物は入れたくないんですよ。で、私常に持ち歩くのは、スマホとあと、免許証入ったキーケース、小銭入れ、あと、クレジットカードぐらいで、もうほんと多分容量としては1リットルもいかないぐらいなんで、バイク用の小さめのバッグって案外結構でかかったりするんですよね。なかなかいいのないなと思って、試行錯誤いろいろ試したうちの、6つ。を今回ご紹介していきたいなと思います。半分ぐらいはバイクメーカーのものではないんですけど、普段使いもできるかなと思うので、バッグ選びの参考にしていただければいいかなと思います。では行ってみましょう。はい、ということで、まず最初、ボディバッグ、ショルダーバッグですね、なんですけど、同じようなものなので、ちょっと2ついっぺんに紹介しちゃおうかなと思っていて、1個がケルティの、ショルダーバッグ。で、もう一つがバスコのレザーのショルダーバッグですね。これ半分普段使い、半分バイク用みたいな感じで、バイク乗り始めた時ですかね、しばらく使っていたんですけど、容量としては多分これ1リットルもないぐらいじゃないかなと思います。どちらもかなり小さめのバッグですね。まずケルティの方なんですけど、素材はポリエステルになってて、で、小さいんですけど、一応2部屋、物を入れるポケットがありますね。で、これいいのはね、バイク乗ってていいなって思うのは、このハーネス部分がバックルになってるので、取り付けがカチッとね、しやすいっていうのと、あとはそのバックル部分がね、よくある真ん中でカチッと止めるタイプじゃなくてね、少しバックに寄せてあるので、取り付けがしやすいんですよね。これ結構地味に嬉しいところで。容量小さいんですけど、冒頭に述べたようなそのスマホと財布とね、キーケース入れるぐらいだったら全然問題はない大きさだし、バイク乗ってる時に動いたりしないかなってちょっと気にはしてたんですけど、意外と全然そういうこともなく、で、背中につけたり、胸の方にね、つけたりっていろいろやり方はあるかなとは思うんですけど、バイクだと大体前傾になるので、胸の方に持ってきた方が、後々ね、だんだんずれてきて、ずり下がってくるみたいなことがなくていいかなと思います。で、使うとき結局胸の方に持ってくるしね、料金所とか駐車場出るときとかね、ちょっとさっと使いたいっていうときには非常に便利なところにありますよね、ショルダーバッグの位置って。いわゆるこういうボディバッグ、体にピタッとつくやつじゃなくて、腰あたりにね、ブランとなるタイプもありますけど、見た目的にあんまりスマートじゃないかなっていうので、そういうタイプのはちょっと使ってないんですよね。もう一つのバッグなんですけど、これはね、全体的にレザーになってて、バイクで使いたいなっつって買ったやつなんですけど、もうただ単にイメージで、レザーの方がバイクに合うよねっていうので買って、容量はね、さっきのケルティよりも若干小さめですかね。ただ、カバンとしては結構作りが良くて、ファスナーも滑らかなので、使い勝手が悪くてねっていうことは全然ないんですけど、レベル250をね、乗ってた時に買ったバッグなんですけど、クルーザータイプのバッグと結構相性いいかなと思って、デザインがかなりシンプルなんでね、特に悪目立ちもせず、ただ、ショルダーのそのハーネス、ストラップのところにバックルなんかはないので、ちょっとヘルメットつけたままだと、つけたり外したりがね、大変かなっていうところはありますよね。ヘルメットつけて、ショルダーバッグ付け外しってあんまないと思うんだけど、そういう不便さがちょっとあるかなと思います。この2つのショルダーバッグ今使ってないのは、私今、ほぼこのリュックでね、バイク乗ってるので、リュック背負うようになってからはほとんど使わなくなってしまって、近所ね、プラッとさっと乗ってくるとかね、そういう時はこのショルダーで行くこともありますけど、私の使い方で行くと今、この2つの利用頻度はちょっと下がってるかなっていうところですかね。はい、ボディバッグ2つをご紹介しました。続いてがこちら。ガホのレッグバッグですね。これ以前も何回か別の動画では紹介してるんですけど、これはね、ボンネビル T120 を
納車した後に買ったやつですね。基本リュックで行くよなってなって、ただリュックにね、スマホとか入れちゃうと、ちょっとパッと使いたい時に結構めんどくさいなっていうので、ただリュックと干渉しない小さいバッグってなんだろうってなって、レッグバッグを買ったわけですね。で、一応商品名だとヒップバッグとかっていう、ヒップバッグにはなってるんですけど、太もも部分につける、バッグになってます。これもね、容量は多分1リットルないぐらいじゃないかな。1リットル弱っていうところですかね。メインの、部屋があって、あと、本当にちっちゃい小物入れるフラップ付きのバッグがついてると。中は一応仕切りがついてて、ちょっと薄めのものはね、分けて入れられるようにはなってますね。これはね、レザー製品っていうこともあって、かなり質がいいんですよね。値段もそこそこいいお値段するんですけど、動画のコメントでもね、そのバッグ何ですかって聞かれることも多くて、デザインも使い勝手も含めかなり気に入ってるバッグではありますね。腰にピタってつけるよりも、ちょっと緩めにつけてね、太ももを若干、腰より若干下の位置でつけてあげると、使い勝手非常にいいかなっていうところで、私が持ってるのはボートラップっていう、お店から注文したちょっと別注モデルみたいな形にはなるんですけど、形含めて、3種類ぐらいかな、いろいろ出てるのと、あとも色もかなりバリエーション多くて、私使ってるのは、オレンジですかね。あんまり派手な色にしたくないなっていうのはあったんですけど、T120、ボンネル、車体真っ黒で、私、ウェアも基本的に暗めのものが多いので、バックオレンジでね、結構いい感じのアクセントになってるかなと思ってます。使い勝手良くてね、かなり気に入ってはいるんですけど、一点気になるのはね、ちょっとね、金具多めなんですよ。バイクの本体、主にタンクなんですけど、当たらないように気をつけてはいるんですけど、なんかね、気づくとちっちゃい傷がついてたりして、これでついたのかはわかんないんだけどね。バイクレンタルして試乗するときは、ちょっとね、使いにくいかなっていうのがあって、なので基本的に T120 乗るときだけですね、これ使ってるのは。はい、3つ目がガホの、レッグバッグ、ヒップバッグでした。続いて4つ目ですね。4つ目がキャンベットのポーチになりますね。これは、さっき紹介したレッグバッグが、ちょっと試乗の時にはね、使わない方がいいかなって思って、あんまりタンクともね、干渉しないウエストポーチがいいのかなというので、これベルトにつけるタイプの、ポーチにはなるんですけど、腰の後ろ側につけとけばね、車体とも干渉しないし、リュックとも干渉しないので、全然問題ないかなというので、値段もかなり安いんでね、本当に非常に助かってる。で、作りは非常にシンプルで、もう袋1個、で、ボタンで止めるみたいな。で、素材は半分になってて、で、ベルト止めのところにレザーが使われてるので、値段は手頃なんですけど、質感悪くないかなというので、これね、容量、さっきのレッグバッグとか、最初に紹介したショルダーとほぼ変わんないとは思うんですけど、ちょっと深さがあるポーチになってるので、手突っ込んで後ろ向きでガサガサみたいな感じで、腰袋を使うようなイメージで使う感じですかね。で、試乗の時はね、だいたいこれ使ってたんですよね。ただね、ちょっと一個心配というか、心もとないなって思うのは、このボタンのとこなんですよね。上がパタンと閉じてボタン1個で止まってるだけなんで、なんかね、物が落ちそう。実際今までね、物落ちたことないし、この隙間からポロンと出るってことはないんですけど、あれ物落ちてないよね、みたいに、ちょっと不安になることはね、実際なくはないんですよね。そこはね、ちょっと心配だなっていうところではあるんですよね。で、じゃあ、もうちょっと使い勝手のいいね、ウエストポーチみたいなのないかなっていうので、探したのが5つ目ですね。これミステリーランチのウエストポーチになってます。これね、いや結構ね、いろいろ探したんですよ。いろんなメーカーからね、ウエストポーチってバイク用のやつ出てるじゃないですか。なんだけどね、ちょっとね、デザインと、容量的に、いまいち自分にピンとくるのがなくて、で、アウトドアメーカーとかね、いわゆる、一般アパレル系みたいのとかを探して行き着いたのがこれなんですよね。多分今まで使ってるバッグの中でいくと、容量的には一番大きいのかな。スマホ、小銭入れ、カードケースとか、もろもろ入れてもまだ少し余裕があるかなっていうぐらいですかね。ファスナーついてる部屋と、あともう一つボタンで止める
まあ、部屋みたいのが1個あるんですけど、これはちょっとあんまり使い勝手がよくわからなくて使ってないですね。で、バックルは中央でパチンと止めるタイプで、容量はまあありますよ。まだね、使ってまあそんなに経ってはいないんですけど、まあ、リュックとほぼ一体化して見えるのと、特にこう干渉することもなく、バイク降りてからもね、全然目立たないんで、まあ使い勝手としては非常にいいかなと思ってます。後ろに位置するので、ファスナー手探りでね、紐が細いんで、ファスナーちょっと見つけにくいかなっていうのはあるんですよね。あとはね、まあ形状的にちょっと上下が分かりにくいので、まあ一回だけやらかしたんですけど、上下逆さまにつけてね、ファスナーないな、みたいなことがありますので、取り付けるときに向きをちゃんと確認しないといけないっていうのはありますね。まあ一応ね、まあウエストポーチみたいな感じで売ってますけど、まあ肩からかけてショルダーバッグみたいにも使えるので、まあ普段使いとしてもいいし、バイク用品のウエストポーチから比べればかなり安めだとは思うので、まあ総合的に見て結構気に入ってますね。今も使ってるんですけどね。ということで5つ目がミステリーランチのウエストポーチでした。で最後、6つ目ですね。6つ目が、ロングライドのタンクバッグになりますね。今も、ついてますけど。これね、見た目すごくいいなと思って、ちょうどね、タンクバッグ気になってた時で、インスタバーって見てたら、たまたまね、タイムラインみたいなの流れてきて、もう一目惚れしてね、すぐ買っちゃったんですけど、まあ、正直言うと、あんまり使い勝手良くないかなっていうのはあって、一応ポケットは3つついてて、まあメインのところと、まあ手前のファスナー、止水ファスナーになってるところと、あと、まあ本当にちっちゃいカード入れみたいのがね、あるんですけど、で、平べったいので、容量はあんまりなくて、ちょっとね、厚めのものを入れるともうパンパンみたいな感じなんですよね。磁石でつけるタイプのタンクバッグになってて、中はね、かなり厚めのクッションが入ってるので、まあ、スマホとか入れてても、なんか振動でね、ダメになるとか、ダメージ受けるとか、まあそういうところは気にしなくていいかなとは思うんですけど、まあちょっとね、使い方が難しいなっていうのが正直なとこで、まあさっきも言いましたけど、容量が少ないので、まあ本当にね、薄いスマホと、小銭入れて、あとはおしまいみたいな感じですね。本当に体に何もつけたくないというんで、タンクバッグ使う人向けなのかなと思ってます。で、じゃあ私どうやって使ってるかっていうと、台本ですね。撮影の時に、台本ノートにね、こう、まあメモ取って、だいたい走ることが多いんですけど、まあそれ見るのに使ってますね。なんかすげえ贅沢な使い方してるなと思うんですけど、まあ、その一点に関して言えば非常に使い勝手がいい。今までだとね、まあ、スマホを出してみたりとか、カバンからね、ノート出してみたりとかしてたんですけど、まあ、ここもすぐ目の前にあるので、ちょい路肩に寄せてパッて見るっていうのができるんですよね。まあ、そういう点ではね、非常に使い勝手はいいんですけど、まあ、ただね、タンクバッグとしては、どうなんでしょうね。本当にスマホと免許証とちょっとした小銭だけ持って出ますっていうんであれば、まあこれ使えるんですよ。まあ近所ちょろっと乗るのにそうやって使うことはあるんですけど、メインの小さいバッグとしてね、使うってなると、ちょっと力不足かなっていう気はしますね。で、まあ値段考えるとね、あえてこれ選ぶ必要ないんじゃないかなっていう気はしなくもないんですよね。質感とかね、素材がいいので、非常に気に入ってはいるんですけど、いるんだけどって感じだね。はい、ということで、6つ目が、ロングライドのタンクバッグでした。というわけで、まあ、小さめバッグ6つご紹介したんですけど、あえてね、バイク用のバッグ使わなくても、まあ、一般向けに販売されているものでも使い勝手いいのもあるし、まあ、バイク用のでね、まあ、それに特化した作りになってるのはあるんですけど、まあね、いろいろ使ってみないとよしあしわかんないかなっていう気はしました。タンクバッグはね、もちろん厚みのあるものじゃないとダメなんだなっていういい教訓ですね。この動画気に入っていただけたら高評価お願いします。またチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。